絶望。王子の絶望をどうイメージし、どう表現するか。それが、この章の鍵になる。そしてそのためにはまず、朝日さんも言っていたように、自分が一番絶望する状況をつかむ必要がある。だが、想像ができん。何度か絶望しかけたことはある。病気で苦しむ先に何もしてやれなかった時、初めてのショーが失敗に終わった時、自らの不甲斐なさを知った時、なんと俺は無力かと、そう感じた。しかし、立ち上がれないほど絶望はしなかった。無力でも、まだ立ち上がりたいと思えた。だが、このシーンでのブレス王子は、完全に絶望しきっている。動くこともできないほどに、それほどの絶望を感じる状況。ダメだ。行き詰まってしまったな。もう遅いが、世界に行って頭を切り替えるか。お？誰かの声。父さんたちはもう寝たはずだが。はっ！もしや！泥棒ならば、返り討ちにせねば。いや、その前に通報か。いずれにせよこの顛末かさ、何としても家族を守っ。私の保険はこれで決まり。フラワー生命。なんだ、テレビか。誰かが消し忘れていたようだな。まったく、リモコンはと。ここからはワールドニュースです。先週から本格化した軍事侵攻により、現地では深刻な影響が出ています。両国の対立は激化の一途をたどっており、国連は報復の連鎖が起きることを懸念して、戦争か。これこそ想像がつかんな。生まれ育った場所に爆弾が落ちる。町や学校が破壊され、人々の顔が悲しみと怒りに染まる。当たり前の日常が一変し、そこでは笑顔も消え失せ。あまり積極的に想像したくはないな。だが、いつかこんな苦しみのただ中にいる人たちも笑顔にできるようになりたい。そのためにももっと力をつけて役をつかめるようになりたいが、まだまだ道は遠いな。俺が一番絶望する状況。何度か考え、実際どうなったら絶望するかは見えてきた気はする。俺が絶望するとすればきっと。いや、しかしそれでは。ぴょんぴょんぴょん？また何か聞こえたような。リク！なんだそのぴょんぴょんというのは。うさぎさんのショーを考えてたら、いつの間にかぴょんぴょんしちゃってたんだ。そうか。なんていうか相変わらず自由だな。それほどでもないぴょん。司くんは練習に来たの？なあ、
王子への理解を深めようと思ってな。それってコンテストのショーの王子様だよね。楽しみだな。王子様みたいな役、司くんすっごく上手だもんね。しかしこれがなかなかうまくいかん。そうなの？簡単に言えばまだ想像力が足りんのだろうな。今日は王子の絶望について考えていたんだが。なるほど。司くんはどうなれば絶望するのかなって考えてたんだね。なあ、一応自分なりの答えは出ているんだがな。そうなの？なあ、俺が絶望するとすれば、それは夢を失う時だ。それってスターになる夢がなくなっちゃうってこと？そうだ。正確には夢を諦める時だろうな。一番の夢を諦める。そうなったらきっと俺は深く絶望するだろう。これからどうすればいいのか、何を目的に生きていけばいいのか分からず、己を見失うかもしれない。だから絶望をイメージしたいならば、夢を諦める瞬間を想像すればいい。しかしここで一つ問題が出てくる。問題？夢を諦める自分が想像できないということだ。そっか。司くんは絶対スターになるって決めてるもんね。その通りだ。例えば事故に遭って歩けなくなっても、声が出なくなっても、俺はスターになるという夢を諦められないだろう。何があっても夢を追い続けると覚悟したからな。司くん。へへ。司くんはやっぱり司くんだね。そういう自分自身の決意は誇らしく思う。しかしそうなると結局王子の絶望をつかめなくてな。これからどうするべきか。これでは朝日さんに追いつけんな。朝日さん？ああ、そういえば一緒に練習するって言ってたよね。なあ、おかげでいろいろと勉強になっている。しかし同時に思い知らされる。あの人は俺よりもずっと早く遠くへ進んでいるのだと。司くん。だがともかくやるしかない。進むことでしか道を切り開くことはできないからな。今日の司くん、いつもよりずーっと遠くを見てる。きっと本当に朝日さんが遠くにいるのが悔しいんだろうな。でも悔しい気持ちも悲しい気持ちもぐーって飲み込んで、ちょっとずつ前に進もうとしてて、すっごくかっこいいな。今何か言ったか？ミクにじゃんけんで勝ったら教えてあげる。なぬ？
そう言われると余計気になるが。ひょー、この声って。やっぱりここにいたんだね。お前たち、どうしてここに？